Then view going to be gallery. Okay, let me go. Cool. Dun 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 dun. はい。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんばんは。本日はですね、皆様かなり遅れるということで、気にせず、この時間にオンタイムでどんどんやっていきますが、皆様、もう一度いきます。カメラはオンで、マイクはオフでお願いします。カメラはオンで、マイクはオフでお願いします。本日はですね、土曜日の記念すべき、7時ですね、土曜日の夜、この大切な時間にお集まりいただきありがとうございます。カメラはオンで、マイクはオフでご参加お願いします。今回結構スモールグループでやることにオンタイムではなりそうなので、和気あいあいと行きましょう。カメラはオンで、マイクはオフでお願いいたします。というのをオンにしていただくまで永遠と言い続ける形にしようかな。はい、皆様お疲れ様です。土曜日の夜、ありがとうございます。で、多分、わからん。見た感じ、初めましての人があんまいない気がするんで、そんなに説明がっつり入れないですけど、基本的には、カメラはオンでマイクはオフにしていただいて、何か質問があればチャット欄を使ってください。チャット欄を使って質問があれば、割り込みどんどんしていただいていいので、割り込んでってください。質問事がある場合は、チャット欄にゴンゴンと、打ち込んでください。で、スモールグループでやるので、まあ、基本的には何か質問あったら、まあ、マイクをオンにして、そのまま説明というか、質問していただいても大丈夫でございます。という感じです。で、今回の、まあ、ざっくりとした説明で言いますと、ヘイグという学校がありまして、ヨーロッパに。オランダかなベルギーかなオランダかなオランダですね。オランダにあるんですけど、その学校がですね、あんまり日本では情報が公開されていないんですけど、実は結構、すごい素晴らしい学校でですね、大学って基本的に大卒があって BFA と言われるが、大学認定があって、その次に大学院ですね、マスターと呼ばれる学位があって、その次に博士号っていうものがあるんですけど、基本的に博士号まである大学、芸術大学って結構、限られてて、博士号まで行くってことは、まあ、トータル約9年間ぐらいその学校に行くんですけど、博士号っていうのは大学院が終わり、マスターが終わった状態で、お給料をもらいながら研究をするっていう、まあ、学びのネクストステップって感じですね。その博士号までが存在する美大なんですよ。ハゲだって。ヘイグなんですけど、ハゲって僕は勝手に呼んでるんですけど、その学校、ハゲさんは大学院からのさらに博士号まであるというところで、日本で言うと、東京、日本芸術大学かな日芸とかわかんない。そこら辺はあるんですけど、あと MIT とかですね。なんかそういう本当に研究を進める大学のみが持っている資格っていうものを持った、そこに併設しているファッションデザイン学科ということで、ものすごく、珍しいです。で、そこの学校の情報を一緒に紐解いていきましょうという回です。なので、ファッション入学を想像するときに、じゃあセントマだ、パーソンズだとか、アントワープだとか、世界三大って言われる学校が頭に浮かぶと思うんですけど、まあ、それ以外の選択肢として、まあ、ここでは説明を前入れたウィーンの王立の応用美術大学とかも、すごく名門だし、まあ、それの、もう一つのオプションとして、今回、ヘイグの学校について紐解いていこうかなというのが今回の主題でございます。で、ゲストは、その大学の、ファッションデザインとテキスタイル学科というふうにこう分かれていくんですけど、ファッションのテキスタイル学科の在校生で、現在、2年生か3年生か、ちょっと僕は曖昧なんですけど、在校生で、学校のカリキュラム的に、インターンシップをしなければいけないというルールがありまして、今現在、その夏休み期間中を使ってインターンシップのカリキュラム中でございますというふうな状況の在校生に来ていただいております。なので、現地の学生の話を聞きながら、まあ、学校がどういうところなのか、今回のゲストは韓国出身なんですけど、韓国から、まあ、ヨーロッパに出てオランダでファッション学生をするっていうのがどういうふうな、まあ、経験になっていったのかっていうことを聞いていけたらなと思うので、皆様、お気軽にどんどん入り込んでくださいということで、説明長くなりましたが、本日のゲストの、
ソヒョンパークさんです。通称ソソさんです。皆様、大きな拍手でって言って見てたけどね。はい。Hello, Soso. Hi guys. Hi. Hi. So I just like to finish like my introductions. So I basically talked about a little bit of like your background, but I want you to introduce yourself again to the audience. Okay, yeah. My name is Sohyun Park, and just call me Soso. It's fine. And I'm originally from South Korea, but I'm studying in the Netherlands of the Royal Academy of Art in The Hague. And currently I'm in third year, but next few months I'm gonna be fourth year, which is graduation year. And right now I'm in internship right now in Berlin. So I'm not in the Netherlands. Currently I'm in Germany for 2 months. Yeah. Okay. Yeah. And I'm gonna translate now. Cool. ソヒョンパークさん、通称ソソです。ソソと呼んでくださいということで、出身は韓国で、オランダの、ヘイグの学校に行っております。現在3年生で、次4年生になりますということで、ファイナルイヤーになるんですけど、そのブリッジイヤーのその3年から4年の間っていうことで、インターンシップで現在はベルギーに、いまして、2ヶ月間ベルギーでインターンシップをしますということですね。Great. So you are like currently in internship program, right? Yeah. It's like only 1 week. I have been only 1 week, but yeah. Okay, that's cool. So like, is it like a school's program? Everyone needs to do. Yeah, it's mandatory. Everyone need to do it. Like minimum 2 months or 3 months, something like that. So you will get the credit from that. Also, the internship provider will evaluate how you did it in the internship, yeah. So okay. You should do your best then. Yeah, I should do my best. Okay, cool. インターンシッププログラムっていうのが学校にありまして、3年から4年に1回では、最低でも2ヶ月、インターンシップをすると。で、その2ヶ月の間に、そのインターンシップ先から結果報告が来ると。評価が来るので、その評価をもとにクレジットだったりとか学校の成績がつけられますということで、現在始まったばっかりなので、ここから、2ヶ月間、そのインターンシップの、プログラムをやります。で、ここで、一つメモとして言っておきたいんですけど、インターンシッププログラムで、彼女は韓国から出てきてオランダで学生してるんだけど、現在はベルギーにインターンをしているということで、国をまたぐインターンシップもカリキュラムとしては OK と。で、彼女はもともと僕のところでインターンがしたいという連絡で僕は知り合ったんですけど、ニューヨークでインターンするというのも、このコロナさえなければ、可能なオプションの一つではありましたということで、ワールドワイドのインターンシップを受け入れている、学校の特色ではあるかなというふうに思います。Great. Would you mind talk about before your college? Like what's your life? Like why you wanted to do fashion design stuff? Yeah, sure. Well, I was always interested about the fashion design. So after graduating high school, I went to this 2-year college course, let's say, in a European standard. So it's not bachelor, it's just like 2-year course. So I went to this fashion school, but it's not creative stuff. It's more like tailoring and technical stuff, which is I'm not really good at it. And I didn't enjoy that much. So I was like, okay, this is not my thing. I want to do something else more creative and really design, not tailoring. So I decided to study abroad. And I was looking like which country and which university fit on me. But also I had to think about the financial stuff and also language. So my 2 options was like, I really wanted to go to the UK, but it's too expensive. The Germany is kind of free, but when I was researching about the school in the university in Germany, for some reason they require math grade and science grade. So also I need to speak in
I need to speak German, which takes a lot of time, also take a lot of money. So I decided to go to the Netherlands because it's quite reasonable and they use English, and the school also nice. And I think design field also emerging. Already graphic design is quite really famous in the Netherlands, from the Netherlands, you know. So yeah, that's how I decided. Okay, cool. Let me translate. 彼女は韓国出身で、僕が質問したのは、どのようにしてこの今の学校に至って、ここでファッションデザインを学ぼうと思ったのかということを聞いたんですけど、オプションとして、その今の大学に行く前に2 years、2年間のコースの、学校に行きました。で、それは大学とかではなくて2 years の、2年間のそういう短期集中、専門学校みたいな感じかな。そこでテーラリングだったりとか、ものづくり、服作りみたいなのを2年間学んだ後に、やっぱ自分こういうのはあんまり得意じゃないなっていうことで、もうちょっとクリエイティブなことがしたい。そうだ、留学に行こうということになりまして、彼女のオプションとしては、最初は、イギリスですね。イギリスの学校行きたいなと思ったんですけど、やっぱり学費が高い。ってことで、ちょっと現実的じゃないなと思った時に、じゃあ他にどういうところがあるんだろうと思って、じゃあドイツはどうかなと見たときに、数学だったりとか理科のテストの、点数が必要だ。で、なおかつドイツ語を喋れなきゃいけないということで、これはまたちょっと大変なことになるなということで、じゃあ他に何があるんだろうと思ったら、このオランダの現在のヘイグの学校に出会って、そこは、オランダってすごくグラフィックが有名な場所で、クリエイティブでもあるから、これは自分にとってすごくリーズナブルで、学費の面とかもいいんじゃないかなということで、この学校にしたっていうのが、出だしですね。ちょっと僕、学費の詳しい値段忘れたんですけど、すごく安かった記憶があります。留学の他の学校に比べると。安くて、すごく、現実的な価格帯でもあるなと。で、生活費もオランダ自体は、安いので、そういった面でも魅力的な場所ではあるなと。で、そしてこの学校は英語での授業ということで、他の言語を喋らずに英語だけでいけるということで、この学校になりましたということですね。Amazing. So I think now is the time for sharing your very first portfolio when you applied to the school. Yeah, sure. 彼女がオランダの大学に受験した時のポートフォリオを公開します。皆様がもし大学受験をするのであれば参考にきっとなると思うので、現在の作品のポートフォリオではなくて、受験時のポートフォリオを公開していただきますということで、景気がいいので、ここで、という感じで聞こえましたか、皆さん。はい。ここで、ポートフォリオを公開していきますので、皆様要チェックです。ポートフォリオは大学のスタイルによって全くもっと違うので、こういうポートフォリオのスタイルもあるんだなっていう参考にしていただければなというふうに思います。すごい見たことないビールだな。はい。Can I share it? Yes. I'm Okay. ready for it. Yep. Ready. So, yeah, reminded it's 4 years ago, and I was studying kind of technical stuff. So it was really, really hard to think about how I can be creative, because I don't know, at the time, I really didn't know what is my interest and how should I express my concept to design. So yeah, it took such a long journey. I think I prepared my portfolio 1 year. So yeah, from 9 till 10 p.m., something like that. And yeah, first fashion project. This is quite short fashion project. It was think about soul sickness. I was more mentioning mental illness stuff because I don't know, in Asia field, there's a hard worker, this burnout stuff. At the time, I was really into burnout because I also worked really hard, studying English and preparing portfolio, do part-time job. I was really, really hard worker. So yeah, from this, I just okay, for me, the most important thing when I was preparing portfolio, how I can show my concept without any text, I just want to express only in a visual way. So I really, really minimalize of the texting or sentences. So just want to show okay, let's just experimenter of silhouette with the suit, which is kind of this stereotype
clothes of businessmen and some drawing as well. Also, I try to develop some pattern design from this is the hospital uniform patterns. Interesting. Let me translate. Yeah. Okay. これは彼女が4年前に作った一番最初のポートフォリオなんですけど、この当時はテクニカルスクールに2年間行ってただけで、どういうふうにクリエイティブなものづくりをするのかとか、どういうふうに自分のコンセプトを表現するのかがわからない状況の中で作ったものでありますと。で、このコンセプトとしては、自分が韓国出身で韓国人であるっていうところで、なんかその、アジアでよくあると思うんですけど、そのなんかこう、精神病みたいな、働きすぎによる精神的な苦痛だったり、そういうものが結構、自分の中の、コンセプトというか、インスピレーションになりました。で、今回のコンセプトというか、ポートフォリオ作りにおいて、なるだけいろいろなことを語らずに、すごくミニマルな感じで、こう、ビジュアルでどういうふうに伝えていくのかっていうことを、意識してて、シルエットの、スーツを使ったシルエットの提案だったりとか、ホスピタルのマークを使ったテキスタイルというかパターンの、柄の提案をしたりとかっていうのが今のところです。Great. Yeah. So yeah, I put like a lot of experimental stuff as well, which I even didn't use in real, like for my collection. Yeah, also I research about how the body is distorted from sitting long time or I don't know. Yeah. So yeah, I use like this X-ray stuff as well. And some draping experimenter from this like X-ray and the folding paper. Yeah. なんか、ここで表現してるのはどういうふうにそのシルエットとかデザインをしていくかっていうので、長時間ずっとこう座って仕事とかをすることによって背骨が曲がったりだったりとか、そういう姿勢がどういうふうにリフレクションしていくのかみたいなのも、こちらで表現しながら、こういうデザインになるんじゃないかなってスケッチとかデベロップをしております。Great. Yeah. I just made only 2 outfits actually because I don't know, time wise it was not that like possible. And yeah, I just did it all by myself, like photography and whatever, So yeah, it was like kind of sketchy, let's say sketchy collection. And this is real my first collection. It took like, I don't know, 7 months, something like that. It was even if it's not good quality, I was like, okay, what is my interest and what is interesting for me? Cool. Let me translate. で、さっき見た作品に関しては、最終的に2ルックだけ作って、彼女としても一番最初のやつだし、あんまりなんか好きじゃないというか、なんかこんな感じみたいな感じで作って、ここから出てくるやつは、本当に初めて、じゃあ、よし、そういうのも終わったし、次のステップに行きましょう。ということで始めたのがここからになります。で、この今から見るやつは7ヶ月ぐらいの時間をかけて作ったものになってきます。Great. Yeah. So it's about the refugee, how they hold their baggage and how they warm their body with the blanket and it changed the body shape. I was really interested about that. So I researched like a lot of different refugee, but I think at the end I was more into Korean refugee when there were war. And also I was fascinated about this, I don't know, this career stuff. I don't know how to call it in English. So to bring something, I see. But and also like this wood and this spiky shape, it reminds me some Native American stuff. So I also researched about them, about the color wise. So yeah, it was really long journey to research and which one is the nice combination with this refugee. So there's not like this criticized view of society or whatever. It's just more about what is my interesting. That was the journey of this collection. Okay. Yeah. そう、このコレクションは、彼女の、
一番最初のコレクションって彼女が呼んでるんですけど、このコレクションに関しては、韓国の、戦争の時とかの背景とかも入れながら、どういうふうに人がブランケットを着たりとか、カバンを持つことによって、シェイプが変わって、面白くなっていくのかっていうところがすごく楽しくて、今回の、コレクションに関しては、自分の興味っていうか、自分の好きなものっていうものがどういったもので、そういうものに対して自分の中で追求をしていって旅を続けていくっていうのが、テーマですね。で、物を着るとか何かを羽織るっていうことを、調べていく上で、その路上で生活するだったりとか、そういう時に、どういうふうに人が人体を使っていろんなものを運ぶのか、運んでいくのかみたいなところに着目しながら、ディテールだったりとかを作っています。で、皆さんにすごい見てほしいんですけど、すごい謙虚に始めてるものだからと言ってるけど、ものすごくコラージュがうまいなっていう印象は、今パッと見で皆さんちょっと思うとは思うんですけど、コラージュがすごくうまくて、なおかつそのイラストのスケッチのデザイン、ドローイングスキルがすごく高いのが、僕このポートフォリオ初めて見るんですよ。初めて見るんですけど、テキストがないっていうのを特徴としてって彼女も言ってましたけど、テキストいらずです。メッセージが伝わるぐらい、コラージュ力がすごくあるなっていう印象ですという、一言メッセージでした。はい、great. Thank you. So and also like try to find a different material or like unusual material, maybe like this rusty metal stuff, but like this rusty metal, how I can translate to fabric. I was think about like that, maybe pleating or smoking, something like that. So yeah, this one is like, I think I did more draping and upcycling stuff at the end. And when I was preparing the portfolio, there is also like KABK, like it's the art academy. So I also want to prepare something fine art stuff, like art installation or I don't know, something based on textile, but more arty stuff. So I also did some sculpting as well, let's say, like I casting my body and then with the plastic wrap and the scotch tape, and I glue the mold inside. So I was talking about the identity in the modern society. So there was a mold inside of the whole body casting. Do you need a time to? Okay. で、さっきの服を作って、コレクションができて、ドレーピングがベースで、結構アップサイクリングですね。古着とかを活用しながら、コレクションを完成させました。で、その、準備の中で、スカルプチャーだったりとか、ファインアートとか、そういうところに、特化したものづくりもしてて、この今見てるのは、プラスチックラップルだって、プラスチックラップとか、セロハンテープですね、を使って自分自身の体を、かたどって、作ったもので、これが表現しているのは、この今の現代の社会っていうものに対してと自分の関係性っていうものを表現したスカルプチャーアートをこのポートフォリオの中では作っていますと。Great. Yeah. So I think it's really nice to also do something fine art stuff as well, because I think it really helped me to develop of my thought. This one is about, this one is really also first one. Like I just look it up, what is surrounding of me and with a different perspective. So, about the sign in Korea and some broken stuff. I also use like this, like chicken bone, and make some kind of lamp, try to kind of make a lamp, but this was the first, idea. But at the end, I wanted to use the body of this idea. So just like, but it's on mannequin, but it's not kind of wearable, but it's more about just a performance, let's say, performance of clothing without any model.
I see. で、この、なんかまあ、服の作りから、テーラリングから、こう自分初めて服を作ることを学んだ上で、クリエイティブになる、こうやっていきたいなと思ったときに、このアートスクールなので、やっぱり、ヘイグとかも。で、そうなったときに、じゃあ自分が服作りのところからどういうふうにアーティスティックなアートの大学に入っていくかってところで、スカルプチャーアートを始めると。で、その中で自分が見出したのは、その服を作るってことと、パフォーマティブな、クリエーション、ファインアートとしてのアプローチを融合させたものづくりっていうことで、今見てるマネキンに着せてドレスなんだけども、ドレスとして終わらすんじゃなくて、スカルプチャーとして見せる表現方法をした、ドレスっていう作品が今回のものになります。で、受験の時に、今彼女が見せてくれたのは52ページにわたるポートフォリオですね。で、このぐらいの作品を作って初めて受験する。それで入学したという学校ですね。で、これでまあレベルの高さがわかるんですけど、基本的にじゃあ、このぐらいのポートフォリオを、じゃあよしやるぞって決めて1、2ヶ月で作れるかって絶対無理で、ここにはもうパッと見でもうすごくわかるんですけど、歳月がすごくあるのと、まあ、編集スキルだったり、ものづくりのスキルだったり、すべてのことがパッケージングされてるっていうことで、基本僕はまあ言ってるんですけど、美大受験なので、受験をしていくこの名門美大に入るっていうのは、最短で1年ぐらいは準備期間がやっぱあった方がいいのかなと。で、彼女はそうなんですけど、2年間プラスアルファでこのポートフォリオの制作時間っていうものがあるので、まあでも、本気で行きたい名門学校っていうので、準備期間で2年ぐらい時間を使うのは別に、世界的にも普通なことかなという感じです。で、そのぐらい、周りで受験する人たちも、このレベルのポートフォリオを、大学入る前の時点で作ってますからね。大学卒業の作品じゃなくて、その入る前にこのぐらいのレベルがあるということに、気づいていただけたらなというふうに思います。Great! I'm actually so impressed. Yeah? Yeah, it's so cool. It's really Thank like, you. yeah.